雑談です。一気見です。はらせんということで始まりましたはらせんラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日一昨日かな、昨日今日なんで、昨日からか、真犯人フラグの一気見がTVer の方で配信が始まりまして、それを1話2話ずつね、2話ずつ、行っていっているんで、一昨日からかね、3日間で2話ずつだったかなが始まってるんで、それを生み出してまた真犯人フラグを振り返っていこうと思っておりますが、改めて10話まで見て1話を見返したところ、いろいろこう改めてね、発見というか、もうこの時点でそうだったんだっていうことがいろいろ分かることがありまして、楽しかったですね。楽しかったというか、新たな発見というか、確かに言われてみればという箇所が何箇所かありましたんで、それをちょっと話していきたいかなと思いますが、1話目はね、もう本当にいろんな事件が起きての振りばっかりでしかなかったんですけども、家族でね、家族3人が行方不明になっちゃった時点でなぜすぐ気づかなかったかっていうのは、これも1話目でも散々語られておったんですが、死別という鬼滅のパロディなんでしょうけども、死別というアニメの映画にみんなが楽しみで行ってて、で涼介さんはそれじゃあ一緒に行こうっつって一夜漬けでアニメを見てたっていうシーンがあったんですけども、その死別ね、死別のことがこう必要に語られておりましたけども、これが後々サッカーボールにね死別の S マークを書くきっかけにもなるんですけども、あんまり関係ないかなというかね、その後の死別がこれが物語に大きく影響してくるのだから、死別を見てるシーンがアニメを聞いている画面を映らなくて、こうナレーションというかセリフが入ってくるシーンがあるんだけど、それも多分あんまり関係ないのかなと思いながらも見ておりましたが、サッカーボールのあれにここが関わってくるのと、これなんだ映画見に行ってんだっていうのでこう発見がというか気づくのが遅れたきっかけであったのがこれだろうなと思いますね、改めて見ると。で、それが金曜日のことだっつって、週刊追求で川村さんにこうじゃあ何があったんだね、時間整理して考えね、どういった経緯があったのかっていうシーンがもう早速1話目でもありましたけども、朝8時に涼介さんは家を出て、その時点で子供たちはもう出ている。でそこから16時20分まで会社で仕事をしてて、で16時20分に真帆さんから、トークね、LINE みたいなアプリですが、トークで、雨でサッカー教室が休みになっちゃったからお迎え大丈夫ですと、ね、これが来ると。でこれが、16時20分が最後の連絡になると、金曜日の。で、その後19時から21時ぐらいが、涼介さんはみんなお迎えもサッカー教室お迎えも行かなくて済んだし、連絡がつかないというかサッカーじゃない死別に行ってると思い込んでるんで、帰ってきてからこれ気づいてたかな。で一人で書斎に行って時間を潰して21時過ぎにそこを出て21時32分電車で人違いされる。あれが元木が先生ねらっきょうはどうされましたっていう、そこを写真撮られて、後々あれがウェブニュースかプロビンだったかなに上げられるというとこのシーンですね。それが金曜日の21時32分
でいろいろこう物語1話を振り返って見ていると、SNS の意見がわわわわわっとね、事件が、今日の18時にこれアップするからってアップされて、その後なんか反応で SNS のこの意見みたいなのねふわーっと画面に出る中で、もうその1話の時点でね、カルト教団に洗脳されて出家パターンとかね、そういう言葉がもう出てきてるんで、まあね、1話の時点では全然カルト教団出てこなかったんですけど、もうこの時点で振られていたというかね、光の輪じゃなくて何でしたね、それが出ていたというのが、まあ、改めて見ると気づけることがありましたね。それから、そんなとこかな、1話目は。なんで、まあトランクルーム書斎ね、別宅というかが捜査対象になってないのがおかしいってよく他のね、考察してる人の話ではよく上がってくるんですけども、まあ、確かに言われてみれば、僕は1話最初の頃そんなねスルーしてたんで、そこはあんまり引っかからなかったんですけど、いやでも改めて見たらそう言われりゃそうだよなって、あそこねアリバイがね1人の時間2時間あって、まあそれはそう思われるよなと思って見ておりましたね。それからそんなとこか、1話目はね。でまあ一世の不審な行動というか、何か携帯を常に気にしてるっていうのはこの時点ではね、ひかりちゃんと付き合ってるっていうのは分かってなかったんで、これはまあずっとチェックしてたんだなっていうのが分かった一部ですね。それから2話目ね、2話目はまあドラレコを盗む回ですわ。自社のドラレコを分析しようっつって二宮さんと一緒に盗み出して、調べる回だったんですけども、この2話目でいろいろ10話まで見て気づけることといったら、まあアフロディーテの下僕がねの部長なんで、二宮さんと涼介さんが屋上でお昼ご飯の下りがあるんですけど、そこ怪しげなね、階段から覗く影みたいのがあったんですが、あれも完全に部長ですね、アフロディーテだから内部の犯行かなってね匂わせてるシーンが何箇所かあったんです。その時はまだこの時点1話には放送されてた時点ではもう結構太田黒って僕はノーマークだったんで、望月が怪しいのかなって思ってたんですけど、太田黒だったんですね、あれね。でプロビンにいろいろこう情報を流してて、まあこの最後に、冷凍遺体が届くという回で、1話の最後かね届いて、でこれは他言無用だとね、太田黒が言いながら他のね一部の社員にしか知らない事実なんで言わないでくれって口止めしてるその太田黒が、まあ、プロビンに情報を流してたと、ね、だからプロビンも最初は全然こういうなんか告発系の YouTube じゃなくて、いろいろねもやし1万円分だっけのやつとかやってて、全然30回とかしか回ってないのにこの考察動画をやったらいきなりね25万回再生だったかな、だってもう俺はこっちで行くっつってやりだしたんですけども、まあそれを見て太田黒の方からこう接触を試みたんだろうなって思いますね。で、あれですね、警察の落合だから阿久津刑事でしたっけ、阿久津と落合のコンビなんですけど、落合の方が冷凍遺体のところに来て、
デビッド・フィンチャーの映画って大体こんな感じに始まりますよねって、ワクワクしちゃいます。猟奇殺人なんか初めてですよみたいなくだりがあって、阿久津にたしなめられるんですけど、デビッド・フィンチャーの映画ってこれ僕もその監督名だけでパーッとね頭に浮かんでこなかったんですけど、見たらセブンとかファイトクラブね、猟奇的にセブンの最後なんか本当に恐ろしいですよ。でファイトクラブ、それからベンジャミン・ジャスミンの女、ソーシャルネットワーク、ドラゴンタトゥーの女、ゴーンガールとね、こういった映画を撮ってるんですけども、これからすると犯人はもう女性だろうなって気がしてしょうがないというか、このね落合の発言だけで特定するのはあれですけど、それを匂わしてんのかなと思うような発言でありましたね。あとプロキシマのねあれですわ、相川って女の子ね、あれの当たりがなんかむちゃくちゃじゃうるせえとか、悪魔とか言ってね、振る舞いがちょっと横暴すぎるんで、これなんかわかんないです。これ結局回収されてないもんな。だから相川の存在がちょっと謎ですね。元木含め、元木もこれねリンゴ吹いてるシーンで出てくるんですけども、全然突然なんですよね。らっきょうのこと聞くのとおことでも結構突然なんだよな。で今の2話10話まで終わって2話を見返した時点で改めて見ると、そうかってものはやっぱり立花が携帯をずっと見てるところであるとか、炊飯器失踪事件のこと聞かれてもこう語尾を話をそらすような振る舞いがあったりとかね。あと魚市場、魚市場での防犯カメラの話でね、警察来てちらっと会った時には帽子かぶっててどれもちょっと見分けがつきませんでしたっていう話があったんですけども、二宮と相良さんがいてるところに刑事阿久津と落合が来た時に、二宮と涼介さんの後ろで一人ね、後ろ姿一人だけね歩いていく女性がいたんですね。あれはおそらくバタコじゃないのかなとか思いながら、いやでもねあれは関係あんのかないのか、でもちょいちょいそういうモブでそんなん言われたらっていうね、モブで怪しいのは結構いるんでとか思いながら、でここで菱田さんがね、この時はまだね菱田さんはすごいなんか危なくない感じで出てくるんですが、やっぱり郵便受けのところでね一人でね大声出してね、皆さんも気になりますよねみたいなシーンはやっぱりちょっとこうぶっ飛んでるというか普通じゃない感じは出てましたね。で、そうですね。でじゃあ最後にねみんなが映ってた防犯カメラの映像の時間をつって、刑事さんがね来て確認するシーンがあったんです。それは最後の防犯カメラで映ってたのは、真帆さんはスーパーで17時13分で、ひかりちゃんは16時17分に最寄り駅で、あつとくんは16時45分に通学路、これ川沿いの通学路だったんですけども映ってましたというシーンがありましたが、これ17時半に後々まだ2話の時点でわからないですけども盗み出した防犯ドラレコの中に17時半に3人で歩いてるシーンが収められてたんですが、それは車道側に子供を歩かせてるんで真帆さんじゃないのかもしれないというところでここは止まってますね。でも僕はこの時点ではもう思ってなかったんですけど、あつとくんと真帆さんひかりちゃんを別々に
の場所でというか別の犯人なのかなとは思うんですけどね。別の事件が同時に起こっていたのではないのかなと思ってるんで、篤人君だけね、散々言ってますけども群馬の痕跡がないと。で10話まででは冷凍というか冷蔵されて送られてきて、今ね犯人がパパが入っているシーンがあるので、この時点で2話も見る時点ではちょっとわからないですけども、と思いながら見返していろいろ思っておりましたね。白猫がローファーに向かってねニヤニヤ泣くシーンとかね、猫おばさんが出てきたりとかしておりましたがねこの音が使いたかっただけなんですよね。拾ってきました。はい、そんな感じでTVer で3日間ね2話ずつ毎日と3日おきに更新されております真犯人フラグの2話目までは今日の夜中までね、見られますんで、ぜひとか言いながらね、もう10話までのこう見た上で喋ってるから、いろいろ2話以降のネタバレも多分に話しておりますが、見逃してる方は結構ねいろいろまだ犯人は全然わかんないんで、もうあいつそんなこと言ってるけどこうじゃねえのかみたいなのはもう全然あると思いますが、ぜひご覧になってください。コント冷凍遺体、今日からこっちの音にしましょうかね。いや怖いね。ってことでなんかね1回目の冷凍遺体があれが誰なのかね、それを送ってきたのは誰なのかっていうのもまだまだ全然分かってないんで、これはね1話2話見るだけではねもう本当に何にも多分分かんないですね。10話まで見てもだって分かってないんだもんっていうね。いくつかは分かっているんですけどもって、だからこれ何回も見ても面白いドラマなんでね、ぜひ見逃し配信も繰り返し見て、いろいろ考えを巡らせて、いや待てよとか思いながらね、見るのも楽しんでぜひご覧になってくださいといったところで、ぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ありがとうございます。